その高学歴の人たちが回す社会っていうのと、低学歴の人たちっていう研究とかなくても別に今まで通りの社会が維持できると思い込んじゃってる人たちっていう二極化が起きていて、でそれは先進国でも結構起きているので、イタリアでははしかのワクチンを打たなくても良いということになったんですよね。コロナに関してはそんなにこう元気な人は死なないからいいよねなんですけど、はしかって致死率めちゃくちゃ高いんですよ。確か感染したらほぼ 100% とかじゃなかったっけ、感染して発症したらっていうぐらいやべえ病気なんですけど、でもイタリアではしか打たないっていうのがあって、アメリカもねはしかで死ぬ人今増えてるんですよね。テキサスとかの方で確かなんか反ワクチン系の地域というのが出て、でそこではしかが増えていて人死んでるんですよ。っていうので、おいおいやべえなと思うんですけど、だから多分ね90年代はもうちょっとねみんな賢かったんですけど、2020年になってから頭の悪い人たちというのがそれなりの割合増えてしまったっていうのがあって、いやこれねすごく語弊があるので誤解を招きがちなので表の人で言う人は少ないと思うんですけど、弱肉強食をやめたからだと思うんですよね。ある程度一定以上の知識があって努力ができる人しか子孫が作れませんでしたというのが人類の歴史なんですよ。優秀な遺伝子を求めるというのがあって、ちゃんと狩りができて食べ物を取れたとか農作物を作れた人たちというのが子孫を残して、そうじゃない人たちというのはぶち殺されてきたんですよ、人類の歴史の中で。で割と社会が豊かになってしまった結果、優秀じゃない人でも DNA をどんどん残せるようになって、で優秀じゃない人たちの子孫は優秀ではないので合理的な判断ができない人たちというのが、いやおじいちゃん合理的な判断できない、おばあちゃん合理的な判断できない、お父さん合理的な判断できない、で息子娘合理的な判断できない、この一家族は合理的な判断ができないが多数派なんで、はしかのワクチンとかマジ怖くね、だよねだよねみたいなのが多数派なんですよ。そこにたまたま合理的な判断ができる娘がいたとして、いやいやどう見てもはしかで死んでる人もいるわけで、はしかで草あんのとかもないわけだから、これは打った方がいいよって言ってても、いや俺たちのばあちゃんとじいちゃんは打ってねえし俺も打ってないから大丈夫だみたいなこと言われて説得されちゃうみたいなのが、これが起こりうるんですよ。で実際イギリスロンドンで昔デモがあったんですけど、デモの理由もよく分かんなくて、デモというか暴動があって、で暴動理由もなんかよく分かんなくて、とりあえずみんなムカついたからなんか暴動してたっていうので、暴動を起こした人たちっていうのが3世代にわたって生活保護の人たちが住んでいる地域の人たちが始めたんですよ。おじいちゃんおばあちゃん働いたことがない、お父さんお母さん働いたことがない、で子供たちももちろん働いたことがない、欲しいものがあったらどうするの、奪う。なので泥棒とか強盗とか当たり前なんですよ。働いてお金を稼ぐという価値観をもう親族みんな持ってないから、欲しいものを持ってるやつがいたらそれ殴って取ればいいじゃんみたいなのが当たり前っていう。でこれがねやっぱね言っちゃ悪いんですけど福祉社会になったからできたんだと思うんですよ。昔のやっぱ弱肉強食の時代だったらそこは淘汰された DNA のはずなんですけど、でも福祉社会になることによって結果としてそういう人たちも生き残って DNA を残してしまうというのの結果、割と合理的な判断ができない人というのの人数というのが増えてしまっていて、でその人数の人たちというのが SNS とかで発信をするようになってしまって、陰謀論的なものが金になるということに気づいた賢い人たちというのが利用しているというのもあるんですよ。陰謀論的なことを言う人たちっていうのが一定割合いて、この人たちにあなたが考えてること正しいよ、ワクチンは人を殺すよっていう本を書くと売れるんですよ。なのでその本を書いてる人は俺本当は心の底からそう思ってないけどこれ売れるから書いてるんだよねっていうのでペンネームとかで書いてたりすると思うんですけど、っていう感じで陰謀論とかに騙される人たちを食い物にする頭のいい人たちっていうのがマーケットができて、今本屋さんとかも本なかなか売れないから、そういう本を出すとやっぱね一定の部数売れるんですよ。3000部とか5000部とかってなると、これ出版社としても出した方がいいよねみたいなので出版社も出して、で出版社が出している本なんだからこれは正しいよねって考える、これおかしいんじゃないのっていう疑問系だった人も、でも本も出てるしこの人大学の先生だからこれは合ってんのかもしんないみたいになっちゃうんですよ。で大学の先生でも全然食えてない人っていっぱいいて、大学の先生の肩書きあるけど陰謀論を言って食ってる人っていうのもいるんですよ。っ
っていう感じで頭の悪い人の割合とカテゴリーというのも結構それなりな層になっているというのが今現在起きていることで、有名大学の研究者もなくても困らん、俺たちは自分の感覚のまま生きるんだ、自分の感覚が正しいのであるっていう人たちっていうのは割合としてはどんどん増えていっているので、社会はどんどん悪化していくという状況を止めるのはなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい。都市伝説と陰謀論ね、僕ね、オカルトとか好きなんですよ。単純に SF が好きとか、妖怪が出てくるとか好きとかっていうレベルで、陰謀論とか都市伝説とかオカルトとか大好きなんですよ。ムーとか僕好きなんですよ。ただこれは真実であると思って好きなのではなく、こういう風なのあったら面白いよね。こう考える人がいるんだ、面白っていう感じで面白がってるんですけど、これを、だからあくまで月刊ムーがやっているのであればいいんですよ。でもこれをね、本気でやったり真実であると思っちゃってる人が多数派になってしまうというのはちょっと良くないと思うんですよ。僕あくまでエンタメとして楽しんでるんですよ。昔ミスターマリックっていう手品師の人がいて、でミスターマリックは手品ではなくマジックでもなくトリックでもなくマリックですって言ったんですよ。ぶっちゃけトリックなんですよ。種も仕掛けもあるんですよ。それは人間なんだから当然でしょ。種も仕掛けもあるに決まってんじゃん。でもガチで頭のおかしいテレビ局の人がミスターマリックの手品を普通にマリックさんに黙って裏のネタとか取って、ほらこの人トリックがやってるじゃないかっていうのを出したんですよ。いやいや、やってるに決まってんじゃん超能力なんかあるわけないじゃん。超能力ないという中で超能力っぽいことをやるというハンドパワーというエンターテインメントを楽しんでたのに、そのガチで信じて、いやいやこの人は嘘をついてるよって言って正義感でやってるんだけど、いやいやみんな知ってる、手品だってみんな知ってるっていうところで、なんかねミスターマリックでそこでバッシング受けたんですよ。ハンドパワーだって言ってて人を騙したみたいな、いやいやいや手品って知ってたよ僕小学生だったけど、いやいやハンドパワーあるとか超能力とか思ってなかったよっていうので、なぜかでもバッシングされてね一回消えたんだよね。だからバカって怖えなと思ってエンタメとして楽しんでいるというラインを皆さん見極めていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、はい。なので僕はそういう意味では手品とかオカルトとかは大好きなんですけど、それはあくまでエンタメとして大好きなだけで科学を超える何かがあると思っているわけではないっていうところは、でね、ユリ・ゲラースプーン曲げれるとか、あとねユリ・ゲラーがね時計を直すはね真実なんですよ。ユリ・ゲラーが日本に来た時に、当時昭和の時代で家にある動かなくなったものを直します。でこれは僕が今ここでじゃあこの時計直しますって言って動くようになってももう皆さん信用できないですよね。なので視聴者の皆さん、家にある動かなくなった腕時計を持ってきてテレビの前で待っててください。でずっと握っててください。でこの番組がやってる最中もずっと握っててください。でその間ずっと僕は念を送り続けますってユリ・ゲラーさんが言って、30分ぐらい経った後に時計動き出す人がいるんですよ。でこれが僕この話何回かしたんですけど、なんで動き出すかっていうと、昔の腕時計というのは時計の油が冬とかで固まってしまって動かなくなったけど、体温で溶かすことによって動き出すという時計もあったんですよ。でそういう仕組み知らないからずっと30分間握ってて、油が溶けて動き出した時に、うわ動き出した、ユリ・ゲラーすげえってなったんですよ。実際近所で時計動き出したっていう人がいて、いや本当にこれ動いたんだよって言ったら、おユリ・ゲラーってすごいんだねみたいにやっぱ広まるんですよ。でもこれもトリックなんですよっていうので、こんなトリック考えるんだ、ユリ・ゲラー面白いな、すごいなっていう、僕は科学としてユリ・ゲラーを楽しんでるんですよ。手品とかもね、手品の種とかを見て、こうやって人は騙されるんだ、面白いみたいなので僕は楽しんでるんですけど、超伝導だと思っちゃうとまた違うっていうね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。